ばんは、ゆうかです。サムネかタイトルに書いてあるかと思うんですけれども、今日は仕事の疲れと生理とでもう限界という体調なんですが、予約をしていたことをすっかり忘れていたプラモが先日届いたので、そちらを作っていきたいと思います。これはこちら、じゃーん、プラマックスソフィア F シャリングトラーマバージョンです。こんな可愛いビブラは作らずにいられない。体調と編集時間を考えるといつもよりゆるっとした動画になるかと思いますが、今回も楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。早速開けていきたいところですが、まずは箱絵を見たい。素晴らしく可愛いイラスト。わがままムチムチボディです。表はイラストなんですが、サイドにはプラモの写真が載っています。裏面はいろんなサンプル写真が載っていて、うわー、どれも可愛すぎる。早く完成が見たいです。それでは気になる中身見ていきましょう。ランナーを並べてみました。思っていたより少ないです。既製のパーツはこんな感じ。表情が3種類、のっぺら顔が1個ついてます。他には水転写でカールが1枚、冊子の説明書が1冊入っています。冊子はフルカラーで 3D 画像で解説されています。とっても見やすそう。思っていたより簡単に作れるかも。まずは頭とボディを作っていきます。頭のパーツを並べました。表情はにっこり顔をチョイス。ボディのパーツはこんな感じです。さて、まずは素体の完成を目指します。パーツ数が思いのほか少なくてとっても組みやすかったです。なんといっても説明書がとってもわかりやすい。フルカラーで、しかも 3D 画像にちゃんと陰影がついているので、このパーツどっち向きなんて迷うことがなくサクサク組むことができました。ただ作っていて感じたのは、パーツ同士の噛み合わせが結構タイトだなってこと。ロボット系なら段落ちモールドにしてデザインの一部として逃がせるような場所も、ビブラだとそうはいきませんものね。合わせ目が極力目立たないようパズルのようにぴったり設計されている。そんなこだわりを感じる分、はめ込むのには力がいりました。パワータイプの私ですが、ビブラは繊細で壊しちゃわないかなってハラハラしながら進めていました。そうそう、唯一の難所は可愛らしい虎耳。これがなかなか言うことを聞いてくれなくて少し苦戦しちゃいました。手のかかる子ほど可愛いってやつですね。さあ、手足もパーツをしっかり並べて、こうじゃ。素体のパーツができたので合わせてみます。はい、素体の完成です。この見事なムチっとボディ、素晴らしいですよね。特に紐の食い込み具合、造形した方々の並々ならぬこだわりを感じます。さて、可動域も見ていきましょう。こんな風にしっかり前屈ができます。首の動きもスムーズですし、肩は動かしたい方向にあらかじめ関節を調節してあげると、かなり広くポーズがつけられます。肘もしっかりここまで曲げられますし、もちろん手首も動かせます。股関節の可動域はというと、なんとびっくり、見てください。こんなところまで足が上がるんです。もう体が柔らかくて羨ましいくらい。前後の開脚だってほら余裕です。膝はかかとがお尻につきそうなくらい深く曲げることができますし、つま先も少し動かせます。ただつま先はかなり尖ったパーツなので、指をさして怪我をしないように気をつけてください。最後に通常の開脚、さすがに180度とはいきませんけど、それでも十分すぎるくらい広げることができました。これならどんなポーズも思いのままですね。へへへ。チャンネル登録お願いします。0時を過ぎちゃったのでちょっと声を抑えますが、最後にタイガーアームとタイガーレッグを作っていきます。パーツ総数は128個。正直に言います、ちょっと舐めてました。
さすがに心が折れそうになりますけど、ソフィアちゃんが可愛く応援してくれてるので、もう一踏ん張り頑張れそうです。頑張れ頑張れ。組み立て始めたのは夕方の6時45分だったんです。ちょくちょく休憩は挟みましたけど、気づけばこんな時間、自分でも驚いちゃいました。組み立てそのものより丁寧に切り出しをしてっていう下準備に一番時間かかるんですよね。あと組み立て中の手元、絆創膏が見えてますよね。実は素体を作ってる時に親指の先端ネイルベッドを剥がしちゃって、地味に痛くて作業しにくいし、集中力は切れるしで大変でした。このアーマー、ところどころにクリアパーツが使われていて、中のメカニカルな構造が透けて見えるのがすごく素敵なんです。ただここが本当にぴっちり設計されていて、なかなかはまらなくて苦戦しました。私、集中力が切れるとちょっと気が短くなっちゃうので、終盤はもうなんではまらないのなんて泣き言を連発しながら格闘していました。あまりにもピタッとはまりすぎているので、後で部分塗装するとき無事に外せるか今からちょっと不安です。はい、タイガーアームとタイガーレッグができました。本体に付け替えてみます。はい、トラーマーモードの完成です。墨入れをして付属のデカールも全て貼った状態です。細すぎず太すぎず絶妙なボディラインがもう素晴らしいの一言ですね。ちなみにここから先謎のアテレコを含みますので、苦手な方はミュート推奨です。黒い模様は水転写デカールですが、マークセッターを使って綺麗になじませることができました。耳のデカールだけは曲面が強いのでマークソフターも併用しています。前と後ろを比べるとこんな感じ。女の子らしい柔らかそうな曲線とメカニカルな手足のギャップ、最高ですね。特にこのはみケツ、素晴らしい造形です。尻尾の付け根、素肌に金属の接続パーツがドッキングしている感じ、なんだかフェチ心をくすぐられちゃいます。お目目キラキラで本当に美人さん。ほんのりピンクのほっぺも可愛いし、髪の毛の作り込みも細かいです。ただヘアピンは塗り分けされてないので、部分塗装してあげるともっと良くなりそうです。なんで笑うんですか？全然怖くないってこの顔も可愛いですよね。どんなポーズを取らせようか、ちょっと意地悪したくなっちゃう表情です。なんとんねん、そりゃあえて猫パンチじゃなくキックなのがまた可愛い。猫じゃないから。そうですよ。こういうのが見たいんでしょ？はい、すいません。本当は四つん這いにしたかったんですけど、腕が短くて届かなかったのでマステを台にして高さを稼いでます。紙パーツが干渉して上を向くのはちょっと苦手かな。股関節も角度によっては中が見えちゃいますけど、正面から見る分には気になりません。ダブルナイフを持たせてみました。これ組み合わせて背中に装備させることもできるんです。かっこいいポーズをさせると一層スタイルの良さが際立ちますね。あと見てほしいのがこのシワ、見てください。素材はエナメルかななんて想像が膨らむこだわりの造形です。本当だ。武器の虎煮干し、説明書にご自由にお使いくださいって書いてあるんですけど、そもそも武器なのかしらこれ謎ですけど可愛ければ正義です。最後はのっぺらの顔にデカールを貼った自作の表情です。ウェザリングマスターで頬に少し赤みを足してみました。にゃんって言うまで終われない？煮干しってことは猫だろって？にゃーん。はい、可愛いからどっちでもいいですね。皆さんはどの表情のソフィアちゃんが好きでしたか？ぜひコメントで教えてくださいね。ということで今回はソフィア F シャーリングトラーマバージョンを作りました。最後まで作らないで頑張れるところまで頑張って適当に切り上げるつもりでいたんですが、結局最後まで
作り切ってしまうほどのとても可愛いキットでした。この子は他にも色のタイプが発売されているそうなんですが、皆さんはどのタイプの子が好きでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録やグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おまけ動画を用意できず、ボツサムネ画像で失礼しますが、今回これまでと変わったところがあります。さてどこだかわかりますか？わかった方はコメントに書いてくださいね。